ダメだね。ダメだけど、私アプローチ全然できてないかも。できてないよ。今週もはい恋愛相談に乗っかりたいと思います。思います。テンション低い。あれやりたかったの、パーティーのプン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 みたいな、ポポポポポそうってやつ言おうとしたんだけど、絶対違うなと思って言えなくてテンション低くなってあれになっちゃったの。本当は出そうと思って。じゃあだってなんていうの、もう一回やるよ。ポン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 いい先週に引き続き今週も恋愛トークしたいと思います。パン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 イエーイ。パンパンポこういう感じ？今何クラブをイメージしたはいということでどこ行こうか。質問いっぱい来てるけど、はい、彼に結婚しようと言われ、うん、でも彼には私の他に17年付き合っている人がいます。どうしますか？どういうこと？結婚したいって思ってるけど、うん、他に彼女がいる。17年しかも。17年付き合ってるってのもすごくない？すごい、10年でもないんだね。そう17年付き合ってるってことは何歳みたいな、ちょっといろいろこの文章だと、憶測になっちゃうけどダメだね。ダメだけどタイミングってあるじゃん。多分両方に対して本気だから。さきこは2人とも好きなんじゃない？お互い同じぐらい気持ちがあるって言ったけど本当？彼女にもその17年付き合ってる両方に対して彼女に対しても同じ思いで付き合ってると思う。情のレベルと、今ワクワクしたレベルが一緒なんだと思う。わかる？なるほどね。要は17年付き合ってた彼女はもはやファミリーみたいな感覚で、恋心っていうのはその新しい、この送ってくれてる方のことを思ってるってことよね、だからラッキーだね彼ね。2人に対してずるいよね。ただずるい、どっちかにしてっていうか、はっきりしなさいよって思っちゃう、でもそのはっきりしない人、懐かしいね。はっきりしない人いたね。今すごいあれだよね。もうかなり明確に顔を浮かべてるでしょ。浮かべてる。そしてこの経験にちょっと近いことを経験してるからしてた、だから何も言えないやつでしょ。経験してた。ずいぶん昔だよ。でも頭の中に多分置いた方がいいと思うのは、そういうことをしてる人だから一緒になって結ばれたとしてもまたそういうことするかもしれないよっていうふうに思っちゃう、それぐらいハートが揺れる人だ、それでもよければ。でも17年間付き合ってんだよ。10年じゃないんだよってさっきから言うけどさ、17年間同じ人といるって一途なのか一途じゃないのか本当よく分かんない。いるんだよね、そういう中途半端な人。そうでしょ。だから中途半端でしょ、中途半端な人と付き合いたいですか？結婚したいですか？中途半端な人と付き合い、その人が中途半端な人と結婚でもいい、彼でいいんだったらいいんじゃない？だってもうその人の人生だしさ、私はもう嫌だけど、彼女がいいんだったらいいんじゃん。そうだね。中途半端な人、インディサイシブな人、今言ったことだよね。だからもしそれがいつかあなたにも同じことをしてしまったらしょうがないよねって思うしかない。 What goes around comes around。 はい、次。たまに顔合わせるだけの男性、どうやってアプローチすればいいですか？アプローチのマスターといえばさきこだけど私はあんまりアプローチが得意じゃないの。そうね、だからアプローチしたんだもん、紅にお店でそうね、アプローチされるとすごい、楽、だからベニーのことをなんか前に好きだった男性たちには、今押せばいい、もっと押せばいいのにとか、今チャンスなのにとか
もっと押せばねもしかしたらって思うのにとか超思ってたよ私。 Now みたいなあ、 Push そう it だね push it みたいな。そしたら You can have it なのに、私も思いながらアピールしてるつもりだけど、ベニーアピール全然してない。本当？全然できてない。なんかツンみたいな感じするじゃんツンなんてやってもさアピールになんないから。なんかいやそれは多分違うよねどうですか？ボディタッチですか？もしバーで隣に女性がいてちょっと背中をポンってちょっとボディタッチされたらどう思います？一回だけじゃ分かんないです。わかんないですね。酔っ払ってる人かもしれないそうかみたいな。連絡をちょっとだけ多めにする。でもそのちょっと多めの基準があるじゃん。めっちゃ連絡する人いるじゃん、その多めとさあんまりの人の多めとさ、違くない？何をされたらちょっと僕のことちょっと興味あるかもって思います？一緒に飲みに行ったりとか誘われたらそれが1回じゃなくて、まあ定期的に、確かに2回ぐらい誘ったら好きだよね、じゃない？2人きりでってこと？そうね。女性からそうだな。これ聞く人間違えてるかも。私アプローチ全然できてないかも。できてないよできてないか私がさいつも言ってたじゃん、こうしろああしろってもしその人のことがね好きだったらみたいなでも今回はアプローチしたよ私。 Cause I told you Cause I told you so。 確かにさっきこのなんか今っていうのがなかったらもしかしたらもっとtoo little だったかもしれない、Wait for it ってずっと言ってたよね。だからそう教えてアプローチの仕方。アプローチってどういうシチュエーションでのアプローチですか？例えばじゃあ好きな気になる人ができました。でよく顔を合わせる。じゃあ例えば仕事場で、同じ会社じゃないけど、でそういう人とどうやってネクストステップに持っていくか。ご飯行きましょうじゃないの？それを2人きりで。それは連絡先はもう知ってる体だよね。知ってる連絡先知ってる体ね。2人連絡先は逆に知らなかったらどうするの？知らなかったら Do you have Insta? DM? LINE じゃないでしょ。確かに。だって LINE ちょっと重たいじゃん。インスタやってないんだよねって言ったらインスタOh that's too bad。 なんで英語全然これ伝わんない。Your sister told me to do this。 何インスタやってないんだって、だからインスタOh that's too bad、ってなって But I got this maybe we can exchange line とかそっちの会話じゃない。あっちが言ってきたらじゃない。だからそれでそっか。そういうじゃあまあなんとかフリート conversation なんとか連絡先を聞いて、そのカジュアリーに、でそこからどうやって持っていくの？カジュアリーに聞いて本当にLet's get together someday one day みたいなとりあえずさっきからアプローチするときは英語なんでナンパはフレンズの上位でしょ。How you doing ってやつ。何？フレンズの上位がナンパすごいちゃんとするじゃん。フレンズの上位。いきなりフレンズがナンパするの？ How you doing ってやつあるじゃんあれそれをそうだからちゃんといいなと思ったらちゃんと How you doing っていう確かに確かにちゃんと興味を持って、すごいニコニコして、興味あるめっちゃもう完璧にこれは 100% 来てるなっていうのが女性もキュンってくるし男性もキュンってくるんじゃない？それはもう、だからもっとしてくればよかった。私も、だって嫌な気持ちしないもんね。でも嫌な気持ちしないよね。なんかこう誘われたりよっぽどなんかこう拒否反応が起きるような人じゃない限り、嬉しいよね、だってもし別に自分のタイプとかじゃない人でも「ベニさん今日も綺麗ですね」って
ほんでいつも綺麗でいらっしゃいますねって言ったらさ絶対ニコニコするでしょ。うんね、うん嬉しいよね、褒められるとね。そうだからなんかちょっとちゃんと直球にうん行くのはいかがですか？いいと思う。いやなんかそうだね、付き合ったりすれば直球なんだけど、それまでがなんでこんなに直球でいけないんだろうね。では男性から来てほしいとかうんそういうのじゃない？なのかな、まあもううん今やもうそのチャンスはないけど、うんじゃあ今後は旦那さんへのアプローチを、うんなんてすればいいんだろうね。うんアプローチ何をゲットするためのアプローチあ、テンションを言ってみて。How you doing? はい、言ってもね、今日言ってみうる。んうんなんだよってね大体想像つく